高橋ファルコンズの千秋です。安藤です。今回は最近子供の大学受験に同伴する親が増えとるよなっていう話をしていきたいんやけど、マイナビニュースの記事で2年以内に子供が受験を経験した親に対して、あなたは受験当日に同行しましたかっていうアンケートが取られとって、で、小学校受験、中学受験、高校受験、大学受験ってそれぞれ調査が結果載っとんだやけど、小学校とか中学校は小さいからついていく人が多いから、そこは当然として、大学受験の結果を見ると、面接に同行したが 8.5% で、面接はなかったが会場に同行したが 14.9%、で、面接会場までの送迎のみしたが 68%、で、一切同行していないが 8.5% ってなっとって、送迎したってことは会場まで一緒に行っとるってことだから、これを含めるとすると 90% 以上の親が子供の大学受験で会場まで一緒に行っとんのよ。多いな。で、もう一個、河合塾が調査しとるアンケートで、親が同伴した受験生に対して、同伴したことに対してどう思ったかっていうアンケートがあるんだけど、これは全国の大学生600人に対して行われたんやけど、結果が約 70%、69.9% が安心したって答えとって、で、その次が落ち着いたって答えとんだけど、その一方で恥ずかしかったとか邪魔だったっていう意見は 5% とかで、ああ、少ない気がするな。だから肯定的な親がついてきてくれることに対して。はいはい。これに対して親が大学受験に同伴するメリットって何やろなって思った時に、挙げていくと、試験会場まで移動手段を確保するっていう、親が車で送っていくとかそういうことなんだと思うけど。で、あとは遠方の場合は宿泊施設を手配するとか、就職の準備をするとか、荷物をチェックする。こんな自分でやれよと思うけど。その一方で、デメリットを挙げると、遠方の場合は交通費や宿泊費の費用がかさむ。親の分がプラスされるから。あと、子供が自分のペースを崩してしまうとか、過度な声掛けがかえってその子供の受験生のプレッシャーになることがあるっていうのが挙げられると。で、これらの情報を考慮して考えていくと、俺らが受験生の時、だから13年前とか、普通に大学受験に親がついてきてはないやん。来てない。一人でっていうか、同級生同士で。っていうか、俺と安藤さんと一緒に行ったやん、そもそも大学受験に。行ったな。行った。で、その時ってさ、親がついてくるっていう考えが、もうそもそもなかったよな。そう、選択肢がなかった。頭によぎることもなかったよな、そんなこと。もう、生徒ら同士で行くんやっていう、もう、花からの考えで、で、親はその時どう思ってたか知らんけど、一応、行こうかとも言ってこんだから、だから今こんな状況になっとるんやって言って、その記事見てびっくりしたけどな。受験生の子供に対するその親の接し方とか関係性がちょっと変わってきとんだろうな。それもあるやろな。これが大学受験についていくことが保護やっていう意見もあるんよ。SNS 上とかで。はいはい。でも心配な気持ちもわかるけどな。ある意味。そこは普段の親との関係性とかに関わってくると思う。普段からそんな受験のことに対して口をするような親やったら、絶対受験生はついてきてほしくないし。でもそれが嬉しいと思ってる子供もおるかもしれんから、そういう子は、あれやって自分で決めれやん子供が結構増えとるっていうニュースを見たことがあるけどな、俺は。はいはいはい。今さ、大学受験の話をしたけど、それは就活とかでもそういう傾向があるみたいで、いわゆる Z 世代にアンケートとか取っとる調査で、今って内定先の企業がその保護者に対して面談をしたりとか、保護者に対して意向を調査する、意向を聞くっていう連絡が行われとって。保護者に？なんかそういう企業がもう5割ぐらいあるみたいなんよ。そうなんや。親関わってくるん？就活に。そう。内定確認の連絡を入れるんやって。これ何を聞くんかちょっとわからんけど、内定しましたけど、うちでいいですかって言うんかな。で、もうこれが親に確認を入れることが、親確っていう言葉でもう一般化しとる。そんな認知されとんねや。で、入社式にも呼ぶんやって親を招待する。で、それがもう 17.3% の企業が実施しとる。それぐらい、だから子供の進路に、人生の選択に親が介入するのが当たり前になっとんねんな。どうなんやろな、親も親離れ、子離れできてないんじゃないかな。やりすぎ感はあるけどな。まあな。俺らの時代っても10年前、13年前ぐらいやけどさ、そこまで介入してくる同級生とかもそんなおらんだけどな。どうなんやろな、実際、俺らが男で結構根本にやらせてもらっとるからそうなっとるだけかもしれんけど。親が変わっとんのか子供が変わっとんのかっていうことやん。だから子供が親の判断を仰ぐ。そういう子供が増えとんのか。それとも、親がその子供の選択とかをやたら心配するようになっとんのか。どっちかやんな。か両方か。確かに。ちょうどさ、2年前ぐらいさ、
金沢ってさ、金沢大学の受験の日、朝、金沢駅前通ったら、受験生がバス停に列作っとってさ、行列を。ああ、はいはい。で、俺の見た感じ、もうそのほとんどが親が同伴しとったな。じゃあまさに今言っとったことやな。そう。だからその時すごい疑問に思った。今時は親がついてくんかっていう。逆にさ、俺らがさ、高校生の頃は普通に受験会場まで親がついてくるのは恥ずかしいっていうかさ、そういう気持ちの方が多くて。親と一緒に歩いとるのとかさ、見られるのも恥ずかしいよな。そう。今は別にあれやけどさ、当時の高校生の俺は、やっぱ、そう思っとるよ。だからそういうのもあってさ、絶対受験会場に親来てほしくなかったけどな。邪魔でしかないよな。おられても。別にできることないしな、親に。と思っとった俺は。受験じゃないけど、習い事にちょっと親がついてくるのも嫌やったもんな。確かに。習い事、例えば野球やっとったらさ、そのグラウンドまで、親が送ってくるとかさ、言ってくれたりもするけど、別に自分で行けるから自分で行くわっていう感じやんな。親の心こ知らずとは言うけども、親心に、身を委ねる子供が増えとんのっちゃうか。実際さっきのアンケートでもな、安心したとかさ、良かったっていう意見の方が多数なんやから、今はそうなんやろな。そうやな。で、今って受験会場でも親の控室が用意されとるらしいわ。あ、もうそういうのを想定しとるんや、会場も。俺らの時はさ、一応受験生の控室はあったけどな。いや、親なんて絶対なかったと思うよ。親なんておったかな。見た覚えがないけどな、そんな控室で。ない。ちょうどだからその時は、俺ら三重に住んどって、受験会場が大阪やったから、だから全泊してったよな。別に全泊する必要もなかったんやけど、なんか全泊したよ。したな。個人的にはけど、受験前日の過ごし方とか、友達とリラックスした人とかさ、夜ご飯食べに行ったりっていうのがいいと思うし、やっぱその時の記憶って俺もうっすら未だに覚えとるしさ、そういうやっぱ受験ならではのエピソードっていうのは印象に残っとるよな。それが親とさ、受験会場行くってなったらさ、行動が全部親となってしまうんじゃないかなって思って。前日のホテルのチェックインとか、夜ご飯もそうやし。そうやな。で、親と一緒の部屋で寝ることになるわけやからさ。それもさ、普段親と一緒に寝てなかったらさ、気が散るっていうかさ、いつもと違うことで嫌やけどな、俺は。だから、それが安心できるってことなのかな。当然さ、親はさ、子供を心配してくるからさ、いちいちあれ持ったこれ持ったとかさ、確認してきたりさ、大丈夫なんかみたいな声かけてくる可能性が高いやん。そのやりとりがもう、鬱陶しい。親の口癖やもう、大丈夫なんみたいなのが。そやな、心配する気持ちもわかるけどさ、わかる。特に受験期、特に受験前日とか当日のさ、過敏になってる時にさ、いちいちそんな言われんでも分かっとるわみたいな、もうやりとり自体がもうめんどくさいからさ、絶対親ついてきて大丈夫言われたら、受験の前にイラついてしょうがないよな。マジで俺多分受験失敗したらお前がついてきたからやって言うぐらい多分言ってしまうわ。お前がこんなら受かっとったわっつって。受験生本人の意向を尊重するのが大事だと思うけど、ついてきてほしいって言ったらついていった方がいいと思うし。そう。結局その受験生の関係性やと思うから。でも受験生には親を同伴させん方がいいと思うけどな。受験生が近くにおったらそうアドバイスをしたいけどな、俺は。友達同士で行くと、受験前日にはしゃいで寝不足になるんじゃないかみたいな。俺も当時行くとき一瞬それ頭よぎったけど、さすがに大学受験の前日に友達とはしゃいで夜遊びして受験を潰すようなことは、良識のある奴らやったらせんか。そうやな。でも格安のビジネスホテル取ったからさ、国道に面しとってさ、窓開けたらもう車の音うるさいし、でも窓を閉めると加湿器とかのせいでめちゃくちゃ暑くて、もうすごい寝苦しかった覚えとるわ。はい。で、その加湿器も台数制限とかあってさ、俺加湿器もらいやんだんよね。ホテル側から。だから、お湯をさ、満帆に溜めてさ。浴槽に、そう。で、開けてさ、乾燥専用にやったらさ、逆効果でさ、湿度めっちゃ高すぎてさ、蒸し暑くて、もうマジでサウナみたいな感じになってさ。当時俺らの高校の先生が、ホテルは乾燥するから加湿絶対してなあかんって言っとって。そう。エアコンもつけるなみたいなってさ。それを真に受けてな。真に受けてあったらさ。加湿しまくっとったらもう暑すぎて寝れなくなったよな。もう汗だくで寝不足やったもん。体調崩すであれ。あれ余計なアドバイスやったな。ほどほどにってことやと思ったんだけど。でも受験前日に食べた天下一品の味は今でも覚えとるけどな、全然うまくなかったわ。そやな。俺もあの時が多分初めて天一人生で食うことになって結構話題になっとったからさ。普通にもあったんやけど、ちょっと遠かったよな。俺らが住んどるところのちょっと隣町ぐらいのところになったんやけど、ちょっとアクセス悪くて行けてなかった。でもなぜか受験の前日になって天一行こうみたいな話になって。いや多分ホテルから天一が見えたんよ。すぐ近くにあって。で当時アメトーークとかで取り上げられとって話題になっとったから、
じゃあ食おうかってなって一緒に行ったんやけど、そんな言うほどやったな。全然うまくなかったっていうのを覚えとるわ。っていう、そういう思い出とかもさ、あるからさ、やっぱり俺は前日はな、友達とほどほどに過ごすって、まあいつも通りの過ごし方で受験に臨むのが望ましいと思うけど。そうやな。だから一緒に頑張ってきた仲間やしな。うん、そうそうそう。張り切れる、心持ち安定する気するけどな。で、しかも、受験終わったらもう解放されるからさ、大阪観光とかして帰ってきたもんな。だからその時親がおったら友達もちょっとよそよそしくなるしさ、やっぱり。でも俺らの時とは時代が違うっていう、それでくらえたらそういうしかないんやけどさ。大体同伴した親はさ、何しとんのやとは思うけどな。いや、もう祈るしかない。祈っとるんや。一緒におるだけやろ。一緒におって監視するんや、やっぱり。そういう親に心配されるのは心地いいんかね。Z 世代にさ、しとるアンケートも見たんやけど、2024年とかにアンケート取っとって、やっぱな、親との関係性が良好な家庭がやっぱ多いんやって、今は。子供と親で。そやな。言われてみれば、コロナとかで家庭におる時間も多かったから、よりコミュニケーションとか取れとるんかな。で、最近はさ、反抗期のない子供も多いっていうよね。なんか聞くな、それ。それがいいのか悪いのかは判断しがたいところではあるんやけど、俺なんて思いっきり反抗期あった人やから、そうやな。当時一番ナイーブな時期やん、高校生とかって。だからもう絶対ついてきてほしくなかったな。てかもう受験とかに口出ししてほしくなかったな。まあ、されてないんやけど。そうやな。そういう意味ではいい親やったかもしれんわ。そうやな。その点では俺んちもいい親やったかもしれんわ。受験の合格発表出て、多分1、2週間経つまで、親は俺が受かったかどうか知らんかったと思うわ。それは言ったれよ、すぐ。俺はな、とりあえず、私立をいっぱい受けたんやけど、やっぱ私立って受かっても落ちても受験費は発生するから、しかもまあ3万とか。それに対して文句は言われたな。さすがに。金かかりすぎって。自分のレベルのあった大学を受験し、なんで素敵やんだ。確かにな。金をな、投資するのは親やからな。確かに今思うと、まあそうやわ。受験も就活もそうやけど、親がな、介入したりと同伴するっていうのはさ、子供の意向に沿うのが一番いいかと思うわ。子供との関係性でどこまで踏み込んでいいのかとかも含めて。ついてこんくていいって言っとんのに、わざわざついていくのは毒親って言うんかな。そう。らしいよ。親についてこなくていいよって言ったら、いきなり涙目になって、ちょっとパニックを起こしてしまいましたっていう高校生の相談が見たわ。おいおい。受験期にそんな子供に何心配させとんねんって思って。心配性なんもわかるけど。でもそれで受験失敗しても親は責任取ってくれやんからな。そうやな、結局。自分の人生やからそこは自分で決めさせるのがいいんじゃないかなと思うわ。今これもし親世代の人が聞いとんのやったら。そうやな。高校生やからさ、もう判断も自分でできるやろ。そこで判断できやんだり失敗するんやったら、まあ、どっかでまた同じような失敗を動かすから。受験も失敗するに。そこで仮に失敗してな、それを教訓に頑張る可能性もあるからさ。確かに。子供の判断に任せるのが一番いいよ。そういう感じで、今日は子供の大学受験に同伴する親が増えているという話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと、個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。